やかな通りの真ん中に血まみれの足を引きずっている小さな子猫がいて、それを見た人は誰もが同情したくなるようでした。馬は震え、もうこれ以上の痛みに耐えられないかのように足を引きずって道を歩いていた。通りすがりの女の子はそう踊りじしい交通の真ん中で丸まっている猫を見て突然立ち止まりました。彼女はとても優しく近づき、猫に悪意がないことを知らせるために優しく声をかけました。猫は少し驚いたが、近づいてきた人を見ると希望に満ちた目が輝いた。彼女はそれをそっと抱き上げ、腕の中でその世は踊りじしく震える息を感じた。彼女はためらうことなく猫を獣医に連れて行き、出血が止まらない傷をすぐに治療してもらいました。医師が足を注意深く検査したところ、長期間の放置により赤くなり炎症を起こし始めた深い裂傷を発見した。猫は医者が傷口を洗浄している間、あまりの痛みに小さくうめき声を上げており、少女は医者に同情した。医師は消毒し、血の混じった毛を切り落とし、感染が広がらないように慎重に包帯を巻いた。その後、猫の体調を安定させるために鎮痛剤と抗炎症剤が投与された。少女は猫の隣に座り、猫が怖がらず寂しくないようにいつも手を添えていた。最初の治療が完了すると、医師は自宅での回復をサポートするために追加の経口薬を処方することがあります。彼女は一人で苦しんだ日々を埋め合わせる決意をして、安堵しながら猫を家に連れて帰りました。家に帰ると、彼女は猫を優しくお風呂に入れて、残っていた汚れを落とし、より清潔で快適に過ごせるようにしました。彼女は、長い疲れた一日の後に猫が安全に休めるよう、柔らかいタオルを敷いた暖かい場所を用意しました。最初の数日間は、彼はほとんど歩くことができず、少しずつ歩いては痛みのために立ち止まっていました。彼女はいつも辛抱強く、時間通りに薬を与え、毎日包帯を交換し、手順を怠りませんでした。怪我をした足の痛みは徐々に収まり、猫はまだ少し震えている足で立ち上がろうとし始めました。彼女は足の筋肉が軽く動くようにするための簡単なエクササイズを指導し、回復が早く進むようにサポートします。数日間の世話と練習の後、猫は以前ほど困難を感じることなく家の中を歩き回れるようになりました。子猫はより警戒心が強くなり、小さな命を救ってくれたことに感謝するかのように、しばしば彼女にしがみつくようになりました。今では、猫は健康であるだけでなく、彼女が家に帰るたびにいつも待っていてくれる親友にもなっています。親愛なる友人、時間を割いてこの物語を読んでくださりありがとうございます。私たちを応援するために、いいねやチャンネル登録を忘れないでください。